イヤホーみんな息してる。息しかしてない時丸です。今日は買わないことで人生を守るという、そんな話です。ラジオ感覚で聞いてください。面白いことに気づいたんですけど、僕ね、今日ね、この動画を撮る前に掃除したんですよ。この部屋を。だいたい撮影する前に掃除するんですよね。で、これなんか、もし僕が YouTube やってなかったら、お部屋になってるんじゃないかなって、そう思いました。なんか毎週撮ることによって僕は部屋を掃除していて、で、大体マットレスを置いてたりとかね、いろいろこう、埃も積もってたりとか、あとなんか変な砂とか草とかなんかあったりとか、葉っぱみたいなの落ちてたりとか、なんかどんぐり落ちてたりとか、結構、謎なね、ものがよく落ちてたりするんですけど、やっぱり動画撮る前に、こう、綺麗に見せたいっていう気持ちがちょっとあるんで、掃除するんですよね。それによって、綺麗になってるっていう。で、この感覚なんかに似てるなと思ったら、なんか若い頃っていうか学生の頃とかによくさ、彼女が来るから部屋を掃除するとかありませんでした？あるいは彼氏が来るから部屋掃除するとか。なんかそのパートナーが来る前にちょっと部屋を掃除きれいにしときたいじゃないですか。なんかその感じになんか似てて、でもなんか僕はそのパートナーじゃなくて、なんかこの動画のためにこれをね、掃除を毎回してるっていうのがすごい滑稽だなって今日思いましたね、朝。で、本題に入るんですけど、買わないことで僕は結構人生を守ってるんじゃないかなと思いました。で、今年に入って服をね、一着も買ってないんですよ、まだ。で、これポッドキャストとかニュースレターとかでたまに書いたりしてて、まだ買ってませんってことをね、言ってるんですけど、まだね、4月に入った現時点でも買ってなくて一着も。で、なんかこのままもう買わずにいけるんじゃないかなと思っています。でも服だけじゃなくてね、車も買ってないし、家も買ってないんですよ。そういう大きな買い物全くしてないんですよ。でもね、全然不自由じゃないんですよね。むしろ今が一番自分の人生で自由なんじゃないかなって思ってます。で、そこからちょっと考えたことは、何かを買うときに、そのものを実は買っているのではなくて、そのものを手に入れると同時に、実はその未来のための時間を売っちゃってるんじゃないかなって。だからお金を出して買うというよりも、自分の未来の時間を差し出すことによって、今のものを手に入れるっていうことが購買行動なんじゃないかなって考えました。そのものの値段というのは、本当にそのコストの一部にしか過ぎなくて、実はその出ていくお金って別に大したことないんですよね。大きな買い物とかはもちろんちょっとありますけど、負担は。で、そのものを維持するコストの方が圧倒的にやっぱりかかるっていうことなんですよ。で、これ車を例にとってみると、維持費管理費結構かかりますよね。保険代だったりとか、あと駐車場代だったりとか、車検代だったりとか、で、日々のガソリン代だったりとか、あとは渋滞のことを気にしたりとか、目的地まで運転する労力だったりとか、あとは事故のリスクですよね。自分自身が事故を起こしてしまう。で、人を傷つけてしまうかもしれないし、逆に傷つけられるかもしれないというリスクが車に乗ってると高まると。で、そういうことをやっぱ常に考えていると、結構そこに持っていかれる意識とかコストって、その値段以上のものなんじゃないかなと思いました。で、もちろんこの生活ができているのは東京だからこそっていうところはあって、で、僕も東京に来る前はですね、車普通に買って自分で乗ってたので、だからわかるんですよ、その車の便利さは。で、地方とか、やっぱりその車がないと生活できない場所っていうのはたくさんあるので、でもその車がなくても生活できるような便利な都心部に住んでおきながら、わざわざ持つ意味もそんなないなっていうことに、もう東京に住んで20年ぐらいになるんですけど、今でも思いますね。で、東京に来てからは、こっちでも車は結構運転してて、最初の頃は。で、やっぱり撮影の仕事だったりとかで結構運転する機会があって、車用車を与えられてて、で、その車でね、運転をするってことでよくやってたんですけど、で、それは自分で所有していなかったので、そういう管理の部分だったり、コスト的なところは負担してもらっていたんですけど、それでも注意力だったりとか、普段運転する時のその労力みたいなものはやっぱり自分で引き受けていた大きなコストだったなと思います。で、たまたま今車を例に挙げましたけど、これ車以外のものでも結構そうなんですよ。で、そのものをやっぱり買うってことは、所有するってことは、そのものを所有しているように思えて、実は物の方が自分のことを所有しているって、それくらいに考えています。物を買うことによってそのようないろんな制限が生まれてくるので、物の方が自分を縛っている。逆にその奴隷にされているっていうのかな、所有されているっていう感覚。なんかそういうことになっていることが多いんじゃないかなと思いますね。で、あとはその物を欲しくもないのに買ってしまうっていうね、これ誰にでもあると思うんですけど、僕も結構衝動買いとかするときあります。で、これまでも結構たくさんしてきました。つまりそういう所有欲っていうか欲望に駆られて買うことになるんですけど、その時に考える必要があるのは、その自分が買いたくなったものが
本当に自分の心の中から欲しいと思ってるかってことなんですよ。で、本当に自分の心からそれ欲しいと思ってますかってことを自分に問いかける必要があって、というのも、ほとんどそれは自分の意思じゃない可能性があるんですよね。で、それは広告だったりとか、SNS だったりとか、あるいはこう周りの人たちによってインストールされたものであると。インストールされた欲望なんじゃないかなと思います。だからやっぱ欲しいと感じた瞬間を疑うっていうのが大事で、それが本当に自分の心の奥底から出てきたものかっていうね、そこがね、大事なんじゃないかなって。でもそれを結構確認するのって難しいと思うんですよね。で、僕も今日朝ね、瞑想いつも通り1時間やったんですけど、その1時間の中でブワーッと出てきて自分の過去の記憶とかをこう整合しながら、その中で今の経験、そして今ズバーンと稲妻が落ちるように、よしネスカフェを買おうってね。なんかそういう風に出てきたものだったらいいかもしれないんですけど、なかなかその自分の根源的なもの、本質的なところから立ち上がる欲望っていうのは少なくて、実は欲しいと思ってるんだけど、それは自分で考えたことじゃなくて、周りのものからインストールされたものであるっていう可能性の方が高いです。で、他に物を買ってしまう罠としては、ステータスゲームへの参加ですね。で、やっぱりステータス、人によく見られたいっていう、そういう気持ちが物の購買を促進していると。でも実はこのステータスゲームっていうのは、ものすごくその、ゼロサムゲーム的というか、つまりパイの総量が決められていて、誰かが勝つと誰かが負けるゲームなんですよ。だから例えば10万円の時計を買うとするじゃないですか。そしたら今度50万円の時計の方がいいなってなって、今度100万円の時計の方がいいなってなって、今度1000万円の時計の方がいいなって、どんどん上がっていってキリがないんですよね。その他の人よりもいいものを身につけるとか、他の人よりもいいものを使うっていうのは、もう上がもうキリがないんで、結局ね、そこに参加してしまうと勝ち目がないし、完全にそのステータスの罠に囚われた状態になるんですよね。で、もしそのステータスのゲームに一回勝てたとしても、またその次のね、ゲームが待ってるだけなんですよ。だからまた他のステータスと戦わなければならなくなるっていうね、もう終わりなきね、欲望のゲームに入っていくんですよね。だからもう買い物が止まらなくなると。だからやっぱり利便性とかだけではなくて、その完全にそのね、ステータスのためだけに買うっていうことは、結果的に自分の自由をね、大きく失うものになるんじゃないかなと思います。で、ここでもう一回、その物の物質性みたいなものに戻ってみたいと思うんですけど、やっぱり物があるっていうこと、物を所有しているっていうことは、このようなカップ一つであっても、なんかバックグラウンドで未完了のタスクがあるような、なんかそういう感覚なんですよね。で、これは多分自分があまりに物を持っていないから、もうちょっと病的な感じで、そういう風に自分が捉えちゃうようになってるからかもしれないんですけど、でも物が多い人とかに、抽象レベルを上げて話してもやっぱり多分そうなるとは思うんですよね。で、ちょっとね、今手元にある本を例に挙げるとね、このバガバットギーターとかね、いつもラジオで話してるものね、あとウィトゲンシュタインの本とかありますけど、なんかこういうのがやっぱり2冊あると、このものがあるなっていうのが、見えてるから、その見えてる範囲で、なんかね、読まなきゃとか、もっとこれ活用しなきゃとか、なんかそういう感じになるんですよ。本は自分の投資というか勉強になるのでいいと思うんですけど、それが道具とかね、機材とか、それを使わない時間があって、物だけがある状態になると、やっぱりその物に対してのバックグラウンドタスクっていうのが増えて、知らない間にね、それを意識するっていう状態になってしまいます。だからそもそも物を増やさなければ、そのようなバックグラウンドタスクがなくなるので、本当にその思考とかもクリアになるし、心も結構静かになる感覚があります。で、そのような考えない余白ができると、やっぱりそれを使ってじゃあ今度は自分が何かを生み出すクリエイティブなことを考えられるので、だから僕が割と少ないもので暮らすっていう、Living Less with Creating More っていうね、キャッチコピーを昔から使ってるんですけど、それも結局そういうことで、少ないものでいかに作っていくか、物が少ないほど実は作れるんじゃないかっていうことを、実践しているっていう、そんな感じがあります。で、僕がその物の購買で特に気をつけていることは、固定費を生むようなものですね。で、さっき話したような車だったりとか家とか、あるいはローンで買うようなもの。で、毎月そのキャッシュがアウトしていく、キャッシュが出ていくようなものについては、特に注意するようにしています。だからこれいつも借金を先に手放そうっていう話していることと一緒なんですけど、毎月のキャッシュアウト、固定費が低く抑えられれば、
自分の事業とかやることにレバレッジが効くようになるんですよね。で、個人事業主とかソロプレーナー的な観点で言えば、支出が少ないことによって嫌な仕事にノーと言えるんですよ。嫌な仕事を断れるようになるんですよ。で、その嫌な仕事にノーを言う、つまり断るっていうことは一つの自分の自由ですよね。自分の自由を確保することですよね。で、その自分の自由の確保は、お金を稼ぐことよりも、むしろその自分の固定費を削ることによって早く手に入るんですよね。だからやっぱり一番大きな固定費が家賃なわけで、だから家賃をいかに低く抑えるかっていうところ、それがやっぱり自由を手にする鍵になると思っていますね。で、現代を生きる僕たちのような人間は、家の家賃のために働いてるようなもんなんですよ、結局。で、衣食住という人間の生活にね、最低限必要なものですけど、その家に対してやっぱり払うものが大きいから、だから働かなければならないと。で、逆に考えれば、家の家賃が低ければ、むしろゼロに近ければ、働かなくていいんですよ。働かなくて良くなるんですよね。で、僕が現在のようなサイドファイヤー的な生活を送れているのも、結局固定費を低く抑えているからなんですよね。で、最初それから始まってます。だからこれまでもシェアハウスに住んだりとか、本当に狭い部屋を転々としたりとか、そういうことをやってきたわけで、だからそこが最初にあって、そこからようやくその自分の事業を組み立てられる、ソロプレーナーとしての活動が始まるって感じで、まずはやっぱり圧倒的に固定費、家賃を下げるっていうことが自分の自由を確保する一歩になるんですよね。で、それができてからようやく稼ぎ始めるフェーズに入れるっていう感じです。だからそれを両輪でやってる、両方やってる人は本当に強いなと思いますね。で、今回の買わないことで人生を守るっていう話を投資につなげるのは結構チープかなとは思うんですけど、でも実際的な複利、レバレッジっていうところで効いてくる部分では確かにあります。で、最初時計の話をしましたけど、その時計、100万円の時計があるとして、それを買う100万円の予算があるのであれば、時計を買うよりも低金利のレバレッジが効くようなインデックスファンドに突っ込んでおいた方が長期的なリターンは当然大きくなります。でもここでちょっと突っ込んだ話をすると、最近は時計の値上がりがすごいので、キャピタルゲインを生む資産として時計を扱うっていう意味ではいいかもしれない。リターンを得られるかもしれないんですけど、時計自体は価値を生まないんですよね、結局ね。だから株式とかインデックスファンドの方が圧倒的に価値を生み続けると。プラスサムゲームの原理で動いているので、結局そっちの方が長期的なリターンは大きくなるっていうことです。でもそうは言ってもなかなかその自分の欲しいっていうね、欲望を消すっていうことはなかなか難しいんですけど、でも僕がよく考えることは、その欲しいと思った瞬間に悪魔の契約を結んでるぐらいのそれくらいの大げさな気持ちでいますね。なぜならやっぱり欲しいと思った瞬間にその自分のその買い物への欲望というかリサーチが始まるわけじゃないですか。で、それが始まるとですね、購入するまでその欲望というのは終わらないんですよね。だからもう買いたいと思ったらもうその時点で悪魔と契約を結んだ状態にあるっていう、それくらい大げさなくらいの気持ちで考えています。で、そのように考えることができれば、最初のその欲望の発火点っていうかな、始まるところさえ消し去ることができれば、その後の契約は有効にならないんですよね。だから最初からその悪魔と契約を結ばないっていう感じ。最初からもう欲しがらない。その時点で意思決定を買うっていう、欲しいっていう意思決定をそこでしないっていうこと。そしたらもう平穏な状態、平和な状態がずっと続くんですよね。同時にその今あるもので満足するっていうことを考えたりとか。で、やっぱり僕が今年服を買っていないのも結局そういうところにつながっていて、今着ているものですごく満足しているってことを最初に思ってるからなんですよね、ずっとね。あと過去に、あえて買わないっていうね、動画を一本作ってるんですけど、で、これも結構聞きます。このあえて買わないっていうこと。その貧しいから買えないっていうのではなくて、自分の意思で、いらないから買わないっていう、そういう方向に持っていくっていうことです。その境地まで来た時に本当の意味で自由になります。で、これもいい例がありますよね。例えばスティーブ・ジョブズとか、ウォーレン・バフェットのことを考えてみてくださいよ。彼らが本当にその高価な服を着てるかっていうこと。もちろんその高価な服持ってると思いますけど、ジョブズは一世三宅のタートルネックで有名かもしれないですけど、でも普段はカジュアルな T シャツとかね、着てたわけですよ。で、バフェットもスーツは持ってますけど、そんなたくさんは持ってなくて自分のお気に入りを少なく持つと。で、その表に出ていくときはピシッとしていたけど、割とその日常生活はカジュアルな T シャツ姿だったっていう、しかも$100もしないような T シャツを着ていたっていうね、そういう話もありますよね。だからそういうふうにトップに成功している人たちでも、買わないっていうことをやってるんですよね。で、それは自分の中に
いらないっていうね、判断基準を持ってるからだと思います。はい、ちょっといろいろ話散漫になってきましたけど、そんな感じで買わないことで人生を守るっていうことについて考えてきました。で、簡単にまとめると、買わないことによって固定費が削減できる。で、固定費が削減できると自分のキャッシュフローに余裕が出る。で、キャッシュフローに余裕が出ると心も落ち着いて嫌な仕事とか安い仕事を断ることができる。で、それを断ることができると今度自分に時間ができます。で、その空いた時間で今度また新しいことだったり、クリエイティブなことだったり、自分が何か作るってことをやっていく。そうすることによって人生は長期的に豊かになっていくっていう。そういうふうないいループに入るために買わないっていうことが重要になってくるっていう、大体ざっくり言うとそんな感じです。深掘り記事は毎週のレターとコアメンバーシップで書いてますので、ぜひ登録してみてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。お疲れ様です。また。